庭菜園ライフ。皆さんこんにちは。目黒区で菜園をしている川西です。同じく目黒区で菜園をしている西川です。今日は、番組の前半ではオゾン発生器を使ってリボベジを成功させようという企画をお届けします。番組の後半では9月5日から9月11日に配信した動画にいただいたコメントにご回答していきます。だいぶ秋めいてきましたね。もうそろそろいろいろ収穫時期になって、はい、こちら皆さん見てください。このヘチマです。こんなに大きく育ってしまいました今この撮影しているところのこの上のところに後ろもですね、ヘチマとひょうたんのをずっと這わせて作ってきました。この夏はすごくこちら東京なんですけど暑すぎてちょっとね序盤は心配になりましたね。全然花がつかなくて大変だったんですが、もうひょうたんもたくさんなりますし、こんなヘチマにもなってねすごいね楽しくなってまいりました、はい、それでは行ってみましょう。家庭菜園ライフ。今日はですね、リボベジって皆さんご存知でしょうか。西川さん、リボベジって何ですか。リボンベジタブルとの略で、例えば大根の、ヘタをもう一度利用するために葉を出させる、というようなことで野菜を再生する考え方で、はい、豆苗を買われてまず、切るんですけど、それを水につけておくとまた出てくると、はい、皆さんやったことある方いらっしゃるんじゃないですかね。だけどその中で困るのはやはり新しく芽が出て食べられるようになるまでやっぱり5日ぐらいかかる、はい、その5日ぐらいの間に水が悪くなって濁ってしまって、はい、腐ったって捨ててしまうのが多いと思うんですけど、はい、よくありますね、それね。で今日はそれを防ぐ方法について紹介したいなと。いいですね、はい、はい、そうだいたい根っこのところがどうしても悪くなってきてしまいますね。それを防げるということなんですね。それでお部屋の中ですから、よく小バエが湧いたりするんで、そうなんですよね。それも防げるんで、一度試してみていただいたらいいかなということですね、はい、以前にご紹介したのはオゾン発生器なんですけど、水につけて水を直接オゾン水に変えるという機械だったんです。でこれですとオゾン水を作るしか方法がないと、はい、水をあくまで作るんだよっていうための機械だったと。そうですね、はい、で今日ご紹介するのはオゾンのガスを発生させるもの。ガス、空気、気体ですね。気体ですね、はい、で、それを水につけた気泡発生器から、泡を出してオゾンガスを水に溶かしてしまおうという考え方です。ですからこの機械単体でそういうオゾン水も作れるし、例えば部屋の中で、オゾンガスを出してもらうと部屋の消臭、それから押し入れとか、そうですね、下駄箱なんか匂ったりすることもありますんで、それの消臭にも使えると、いいですね、いうようなことなんで、一つあればいろんな用途に使えるんで、こちらのものよりも用途が限定しないんで、一度試されたらいかがかなと思うことで紹介したいなと思います。それは便利ですね、リボベジの場合ほとんどそうですね、毎日のように水を変えないといけない、はい、こういう手間があります。では実際に動かしてみますので、少し音がしますから、それは我慢してください。それではガスを発生させてみます。ブクブクしてきましたね、このようにガスが発生します。なんかよく魚の水槽なんかでこういうの見かけますけど、そうですね、同じですか。全く同じです。消臭とか消毒効果もあるんですが、はい、金魚の水槽の消毒にも使えます。ずっと続けてやるんじゃなくて、例えば5分ぐらいこのオゾンを出してあげると、はい、金魚の水槽の消毒もできますので、なるほど、いろいろな用途に使えるんで一度試していただいたらいいかなと思います。はい、これでだいたい5分ぐらい、はい、1リットルの水の中に入れたもので5分ぐらい、泡を立てておくとオゾン水になりますので、はい、でこれをここでリボベジを作っていただくと5日ぐらいは、水を変えなくても大丈夫。5分やっただけで5日くらい変えなくていい。そうです。これはこちらに数字が書いてあるんですけれども、これは時間ですか。これはタイマーなので、はい、じゃあもうこちらつまみに時間が書いてあるので、こちらを5のところにセットしておいて5分だけ作動させれば5日も持つと。そうです。すごいことですね。もういつも本当すぐねぬめぬめになってしまう事件が発生するので、これは本当に
いいですね。そうですね。はい。そんなに値段の張る機械じゃないし、いろんな用途に使えますから、はい。1台備えておかれればリボベジもできる、生け花もできる、お部屋の消臭、押し入れの消臭、下駄箱の消臭とかいろいろ使えますので、オゾンの殺菌力ってすごいんですね。すごいですね。はい。これちなみに水から出して使うときは、水から出して使うときはここを抜いて、ここからガスが出てますから、この状態でやれば置いとけばいいと。先ほどおっしゃっていた例えば押し入れのそう、押し入れにこうやって置いとくと、置いとけばいいんですね。それはどれくらい時間置いとけばいいんですか。押し入れだったらそれも5分ぐらいですね。それでいいんですね。だいたい8畳のお部屋を消臭するときは30分。8畳の部屋消毒するときは30分ぐらい。そのぐらいでいいと思います。はい、ガスを充満させて1時間ぐらい置いて、で換気をしてからの方がいいですけど、入るのは。そうですか。あまりずっと人間には無害ではあるけどずっとしたら良くないですか。あまり濃いガスになると人間も喉が痛くなったり目がヒリヒリしたりするんで。わかりました。でこれ植物とか水物があるときはこれを使って、使ってないときはそういったお掃除ですとか、そういった用途に使ってもらえばずっと使えると、そういうことですね。これはいいですね。やってみたくなりました。リボベジはちなみに野菜を育てるってことで、豆苗以外にも先ほどおっしゃってたようなもう野菜の料理をした後に余ったところっていうところから根っこを出していくっていうことなので、本当に身の回りにあることで皆さん料理される方だったら誰でもできるので、ぜひぜひトライしていただけたらなと思います。こちらのオゾン発生器の詳細については概要欄にリンクを載せておきますので、よろしければご覧になってください。家庭菜園ライフ。それでは、質問にご回答していきます。9月6日に配信されましたジャンボニンニク栽培の動画にいただいたコメントです。ニンニクを水に浸した後に皮を剥くということなのですが、皮を剥かずに植えると問題ありますかというご質問です。別に皮を剥かなくても発芽にもあまり影響はないと思うんですけど、ニンニクってよく当たって傷がついてる時あるんですよね。だけど皮の上からだったらわからない、で水につけて皮を剥くと綺麗なものか傷があるものか分かるんで、やはりそうやって確認した方がいいのかなということですね。そうですね。傷があまりあるものですと、植えても結局腐ってしまうだけってことになるので、ただの臭い土が出来上がるだけになっちゃいますから。そうですね。はい、じゃ傷のチェックは必ずした方がいいと思います。マルチの代わりにもみ殻ではダメでしょうかということ。もみ殻でも効果というんですか、部分的には効果あるんですけど、もみ殻は飛びやすいですよね。風にね。ですからまだ藁の方なんかがいいかもしれませんね。それと保湿効果は、マルチよりは劣ると思います。その他の効果はほぼ近いものはあると思うんですが、ニンニクってあんまり乾燥気味でいいイメージもあるんですけど、それでもやっぱりそうは言っても保湿は必要ですね。保湿はしておいた方がいいでしょうね。はい、わかりました。ありがとうございます。プランターなどの資材は会社から出てるのですかという質問もいただいたんですけど、そうなんです。資材は運営のスタッフさんからいただいているものを使ってます。はい、いろんな質問もいただいてて楽しく拝見してます。続いて9月6日に配信しましたキャベツやブロッコリー9月にするべきことの動画にいただいたコメントです。キャベツとブロッコリーを植え付けました。一株ずつ葉っぱが食べられてしまっています。害虫駆除のお酢というのが販売されているものがあるそうですが、かけても大丈夫ですかというご質問です。そうですね。芋虫系にはあまり効果がないと思います。お酢効かないですか？ですからそれが芋虫系のもの、例えば青虫とか、それから与党虫なんかだったらあまり効果は出ないと思いますので、もうこれは捕殺しかないと思います。じゃあこの方もむしゃむしゃ食べられてるってことは多分そっち系ですもんね。芋虫系だろうと思いますので、ちょっともう実物をやるしかない。そうですね。アブラムシとかそのようなものだったら、効果はあると思うんですが、芋虫系ではあまり効かないんで、実際にどういう虫に食べられているか、よく葉の裏とか葉と葉の間なんかを調べてやった方がいいなと思います。今の時期ですと青虫系でしょうね。そうですね。青虫を防ぐにはもうネットなど物理的に防ぐしかないですね。もう強いので、奴らは強いので、なんとかして捕殺して守っていきましょう。続いて9月8日に配信されましたスナップエンドウの動画にいただいたコメントです。
エンドウを9センチポットで育苗しようと思っています。種まきの用土は種まき培土か菜の培養土とどのような土がいいですかというご質問です。やはり種まき培土の方がいいんでしょうね。普通の培養土だとかなり他の成分セルロース系が入ってますんで柔らかすぎてうまくできないと思います。種まき培土は割と細かい土なんで種から苗を育てるには種まき培土の方がいいと思います。種まきの際は9センチポットであってもセルトレーとかではなくても、種まき用のものを使った方がいいということですね。続いて9月10日に配信されました米ぬかの動画にいただいたコメントです。生の米ぬかを土に混ぜると発酵のために酸素不足になったり微生物の有機分解のため窒素不足になるのであまり良くないと聞いたことがあるのですが気にしなくてよいですかというご質問です。これはあくまでも量でしょうね。確かに米ぬかの場合も、CN 比炭素とそれから、窒素の比率が高いんで、分解をするときには確かに窒素不足になる傾向にはあります。ですから大量に使われたら窒素飢餓の問題は起こりますけれども、適量を使われる分にはあまり気にされることはないんじゃないかなと思います。もし心配なようであれば油かす等の窒素を含んだものを少し余分に入れるという方法があるんですが、あまり窒素を増やしすぎると今度はつるぼけなんかの問題も出ますんで、やはり全てを適量でやっていただくというのがいいかと思います。そうですね。そういうふうに入れれば入れるほどまさか窒素を使ってしまう、その分解の時に窒素を使ってしまうっていうのがね、窒素飢餓ということで、そうすると植物のためにもう窒素が残っていないよっていう状態になっちゃうってことなんですよね。すべてのバランスを整えて肥料の材料っていうのは考えられているのと思うので、そちらの分量をきっちり守るようにしてやってみてください。今日は番組の前半ではオゾン発生器でリボベジを成功させようをお届けしました。後半ではいつものようにご質問に回答させていただきました。西川さん、いよいよ9月のもう後半ということで、この時期大事なポイントいかがでしょうか。そうですね、大変ですよね。今少しまだ暖かいんでこの時期、今週それから遅くとも来週ぐらいに種まきをしてもらわないと11月の収穫が難しくなるかもしれないんで、皆さん急いで、種まきをしていただくということが必要かと思いますね。はい、ちょっとここばかりは急いでいただいた方が本当にいいと思います。どうしてももう間に合わないものはもう逆立ちしても間に合わないのでもう絶対なんとかちょっと予定を作っていただいて種まき済ませるものはねやっていただきたいです。今日も私さっきまでもう必死に植え付けして種まきしてもう全然無言でやってましたはい、ということで皆さんちょっと大変かもしれませんけどたくさん収穫するためですのでちょっと一緒に頑張っていきましょう。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。